私たちに様々な性癖のあり方を教えてくれる僕のヒーローアカデミア。僕らの神越先ファンへのサービス精神が旺盛な堀越先生ですが、コミックス限定の書き下ろしイラストも多く存在していることを知っていますか？生、裏設定とか脇役の解説とかもしっかりしてくれているよね。というわけで今回はコミックスの裏表紙に描かれたイラストの秘密について解説していこうと思います。これっていろんなキャラがリレー方式で次の巻の見どころを教えてくれてるんだよね。この動画を最後まで見終わった時、あなたはヒロアカのコミックスが全巻欲しくなっていることでしょう。それでは行ってみよう。1巻の裏表紙はオールマイトです。記念すべき最初のキャラはオールマイトだったんだね。オールマイトはどのシーンのことを言ってるの？このシーンは雄英高校にマスコミが押し寄せて学生たちがパニックになるシーンですね。飯田くんが非常口になる回だね。飯田くんが委員長になったきっかけになるシーンで印象深いよ。2巻の裏表紙はデクです。主人公なのに2巻からの登場なんだ。デクはどのシーンのこと言ってるの？かっちゃんの頭上にかっちゃんの意味がわからないよ。このシーンはヴィランたちによる USJ 襲撃事件の際、ノームに襲われかけオールマイトにかばわれて尻餅ついた時の擬音です。ほんとだ、かっちゃんになってる。緊迫したシーンなのに謎の擬音。3巻の裏表紙は爆豪勝樹です。かっちゃんはどのシーンのことを言ってるの？浮かすやつというのはうららかお茶子のことですね。4巻では雄英体育祭が行われており、爆豪とお茶子のガチンコ対決が描かれました。ほんわかお茶子とブチギレかっちゃんの異色な対決だったよね。結果的には爆豪の勝利でしたが、お茶子の作戦に苦戦し体に支障が出るほどの大きな爆発を起こさざるを得ない状況に追い詰められたことから、お茶子のことを強いと認めた爆豪は今まで丸顔や浮かすやつと呼んでいたのをやめ、うららかと本名で呼ぶようになりました。かっちゃんって実力を認めた相手はちゃんと名前で呼ぶよね。4巻の裏表紙はお茶子です。お茶子はどのシーンのことを言っているの？これは飯田の兄でプロヒーローのインゲニウムがステインに襲撃され入院したという連絡を受けたシーンですね。ステインが捕まったことでトガちゃんやダビたちが集まってきたから、ストーリーが大きく動いた重要な回だったよね。5巻の裏表紙は飯田天也です。飯田くんはどのシーンのことを言っているの？これは雄英体育祭で活躍した轟にエンデバー事務所から職場体験のオファーが来て考え込んでいるシーンですね。エンデバー事務所の職場体験に参加した轟はプロヒーローとしてのエンデバーの活躍とヒーロー殺しステインと戦った経験により父の偉大さを認め、ヒーローとしての姿勢を正したことでさらなるレベルアップにつながった回でした。この経験から徐々に炎の個性も使うようになっていったんだよね。6巻の裏表紙は轟ショートです。轟くんはどのシーンのことを言っているの？これは相沢先生の捕獲符から校長が飛び出したシーンのことですね。校長って結構アグレッシブだよね。仮想ヴィランにロボットを利用した雄英入試試験が非合理的だったということで、雄英教師のプロヒーローたちと実際に戦う形式の試験を採用した回です。なんで試験内容を変えてしまったの？今までの入試内容だと単純に攻撃系の個性を持っている生徒が有利になってしまい、真相のような強力だけどロボットには効果がない個性は不合格になってしまうことを懸念した相沢先生の提案で試験内容が変更されることになりました。真相くんが活躍するための伏線がこの頃から張られていたんだね。7巻の裏表紙は相沢先生です。相沢先生はどのシーンのことを言っているの？これは教師と生徒が対決する演習試験で相沢先生の抹消が発動しているか探知するために常に想像の個性で物を出し続ける作戦をとり、ヤオモモが体中からマトリョーシカを出し続けているシーンです。作戦の意味はわかるんだけど、なんでマトリョーシカなの？マトリョーシカを出し続けたのはヤオモモが想像の個性で初めて完璧に作れたものがマトリョーシカだったからです。想像の個性は対象物の構造や素材をイメージしながら作り出すのですが、幼い頃から作り続けたマトリョーシカだけは無意識でもポコポコ作れるようになったという裏話がありました。なるほどね。それにしてもなぜマトリョーシカなんだ？
8巻の裏表紙は八百万桃です。八百桃はどのシーンのことを言っているの？これは林間合宿で肝試しを行った時、怯えるお茶子に怖いものが得意なつゆちゃんが励ましたシーンです。つゆちゃんってどんな時でも冷静だよね。状況を俯瞰して観察する能力と冷静な判断力はヴィランとの戦闘でも生かされており、最終決戦ではお茶子と共に戸賀卑弥呼とのリベンジマッチが繰り広げられています。つゆちゃんって八百桃並みにリーダー向けの性格しているよね。9巻の裏表紙は明日いつゆです。つゆちゃんはどのシーンのことを言っているの？これは林間合宿に信楽たちヴィランが襲撃し、爆豪と常闇を連れ去ろうとしたミスターコンプレスを青山がネビルレーザーで阻止したシーンですね。怯えて隠れていた青山くんが勇気を出して友達を助けたところだね。後に判明することなのですが、この時の青山はオール・フォー・ワンにスパイとして利用されており、林間合宿の宿泊先を教えてしまった負い目から恐怖と罪悪感から震えていたのですが、友達を助けるためにオール・フォー・ワンを裏切りヴィランに立ち向かった重要なシーンです。この時から堀越先生の中では青山くんが内通者だっていう構想は決まっていたみたいだね。10巻の裏表紙は青山優雅です。青山くんはどのシーンのことを言っているの？これは林間合宿でヴィランに連れ去られた爆豪を助けるために霧島たちが協力して爆豪を救出するシーンですね。霧島くんの個性、効果を盾代わりにして壁をぶち抜いたところだね。この頃から霧島は硬くなることしかできない自分の個性を決め手にかける大したことない個性だと思い始めましたが、後に爆豪から倒れないのは強い個性だと言われたことで自信を取り戻し、絶対倒れないヒーローとして成長していきました。かっちゃんって意外と励ますの上手だよね。11巻の表紙は霧島英二郎です。霧島くんはどのシーンのことを言っているの？これは雷電気の新武装ポインターのことです。ポインターって何？雷の個性、帯電は周囲のヴィランを一網打尽にできる強力な個性なのですが、味方も巻き込んでしまうため使いどころが難しいのが弱点でした。しかし初目の開発したポインターによって電気を狙ったところに飛ばせるようになったことで乱戦時にも使いやすい個性になりました。雷ってアホにならなければ相当強い個性だよね。12巻の裏表紙は雷電気です。雷くんはどのシーンのことを言っているの？これはヒーロー仮面試験でオジロマシラオが仮想ヴィランから武器を奪って使用しているシーンですね。ヴィランにも丁寧なところがオジロくんっぽいよね。13巻の裏表紙はオジロマシラオです。オジロくんはどこのシーンのことを言っているの？これは UA ビッグ3が初登場した回で足止長ねじれ先輩に角をいじくられているところですね。普段絡んでいくタイプの足戸ちゃんが絡まれてるのってなんか新鮮だよね。14巻の表紙は足止です。足戸ちゃんはどこのシーンのことを言っているの？このシーンは判断に迷うところですが、ミネタがデクにインターン先にエロコス女ヒーローがいたかどうか必要に聞いているシーンのことではないでしょうか。ミネタの発言ってほとんど R18 だから全部ダメに見えるよね。15巻の表紙はミネタミノルです。ミネタはどこのシーンのことを言っているの？これはどこのシーンというか16巻に庄司が一度も登場しないということを言っています。コミックス1巻分登場しないってことは9話分くらい登場がなかったってことだね。まあワンピースとかだとゾロが2年くらい出てこなかった時期もあるからそれに比べたらマシかもしれないけど。16巻の表紙は庄司メゾウです。庄司くんはどこのシーンのことを言っているの？これはシエハ再開のアジトに侵入したミリオが壁と壁を変幻自在に飛びまくる必殺技ファントムメナスを繰り出したシーンですね。見開きでめちゃくちゃかっこいいシーンだよね。ちなみにファントムメナスというのはスター・ウォーズエピソード1のサブタイトルのことで見えざる脅威という意味を持っています。10日の個性の特性で壁から弾かれながら高速で攻撃するから目にも止まらない脅威ってことだね。堀越先生は大のスター・ウォーズファンで UA 生徒の出身中学は全てスター・ウォーズの地名や惑星名になっているので探してみると面白いですよ。17巻の表紙は東型ミリオです。ミリオはどこのシーンのことを言っているの？これはシエハ再開摘発作戦に参加したデクたちを
クラスメートがねぎらうシーンで小浦の飼っているウサギをみんなでめでている場面なのですが、芦戸美奈が霧島に声をかけるシーンが印象的ですね。過酷な黒の世界を目の当たりにした霧島くんの変化を感じ取ってるみなちゃん。熟年夫婦みたいなやりとりだね。18巻の裏表紙は幸田浩二です。幸田くんはどこのシーンのことを言っているの？これは遊泳文化祭でライブをやることになった A 組のまとめ役に音楽が趣味の二郎が抜擢され、恥ずかしながら引き受けるシーンです。遊泳文化祭編は二郎ちゃんが主役の回だったね。19巻の裏表紙は二郎強化です。二郎ちゃんはどこのシーンのことを言っているの？これは常闇が風邪をひいてくしゃみをしているシーンです。言い回しが武士なんよ。20巻の裏表紙は常闇文影です。常闇くんはどこのシーンのことを言っているの？これは冬になりみんなが冬仕様のコスチュームになる中、相変わらず全裸の葉隠れを二郎が心配しているシーンです。確かにどんな季節でも全裸じゃないと戦えない葉隠れちゃんって相当根性ないとヒーローできないよね。21巻の裏表紙は葉隠れ徹です。葉隠れちゃんはどこのシーンのことを言っているの？このシーンについてはクラス対抗戦でミネタがあまり下ネタを言わないというところを指しているのではないでしょうか。確かに日常会に比べたらどぎつい下ネタは少ないけど、戦闘中もラッキースケベを狙うあたりミネタのエロへの執念が感じられるよね。22巻の裏表紙はセロハンタです。セリョくんのこのセリフちょっと意味がわからないんですけど、これは前巻の裏表紙で葉隠れがミネタについて言及したのですが、実はミネタは15巻ですでに裏表紙に登場しており、1人1回の出演のはずが堀越先生のミスでミネタの話題が2度出てしまったことを指しています。なるほど、堀越先生はミネタが大好きだってことか。23巻の裏表紙は佐藤力道です。佐藤くんはどこのシーンのことを言っているの？これはヴィラン連合が異能解放軍と戦闘するシーンのことを指しているのですが、23巻で A 組全員が裏表紙イラストを飾ったため、次回からはヴィランが裏表紙イラストを飾るという伏線にもなっています。24巻の裏表紙は TWICE です。 A 組の生徒からヴィランにイラストが変わったんだね。 TWICE はどこのシーンのことを言っているの？これは信楽の過去が壮絶すぎるシーンについて言及しています。まあ信楽の過去についてはいろいろすげえとしか言えないよね。25巻の裏表紙は信楽戸村です。信楽はどのシーンのことを言っているの？この辺りから裏表紙イラストのコメントが割と大雑把になってきたため、具体的なシーンというよりかは次の巻で活躍するキャラについて言及しているといった感じですね。26巻はエンデバーと轟家の確執が描かれる回だから、エンデバーの精神がぶっ壊れそうになってるね。26巻の裏表紙はエンデバーです。エンデバーのセリフは見たまんまだね。27巻ではホークスと TWICE の戦いが描かれるため、ホークスが主役の回と言ってもいいのではないでしょうか。27巻の裏表紙はホークスです。またコメントが具体的になってきたね。ホークスがコメントしているシーンはプレゼントマイクがドクターガラキに DJ パンチをお見舞いするシーンです。今まであんまり見せ場がなかったプレゼントマイクのかっこいいシーンが見れた回だったね。28巻の裏表紙はプレゼントマイクです。プレゼントマイクはどこのシーンのことを言っているの？これは復活したギガントマキアを眠らせるためにヤオモモが作った麻酔薬をマキアに飲ませようとしていることに気づいたマウントレディがギガントマキアにお口あんするシーンですね。こんなに恐ろしいお口あんは見たことがない。29巻の裏表紙はマウントレディです。マウントレディはどこのシーンのことを言っているの？これはねじれちゃんが覚醒信楽と交戦した際、乱入してきたダビの草園で焼かれてしまい髪が燃え頬にやけどを負ってしまったシーンです。早先輩が悶絶してそう。この時に髪を燃やされたことで最終決戦ではショートカットになったのですが、髪は断然ショート派の男性を魅了し多くのファンを獲得したようです。30巻の裏表紙は波動ねじれです。ねじれちゃんはどこのシーンのことを言っているの？これは復活したベストジーニストの言動が全体的におかしくなったことを指摘していますね。違法デニムとは一体？ 31巻の裏表紙はベストジーニストです。また一コマも出てこないシリーズだね。32巻はデクとレディナガンの戦いが中心に描かれているため
ヴィラン連合自体があまり出てきていない巻ですね。32巻の裏表紙は戸賀卑弥呼です。トガちゃんはどこのシーンのことを言っているの？これは遊泳を去ったデクの居場所を突き止めようとした A 組のみんながネズ校長に協力してもらい、エンデバーを嘘の用事で呼び出したシーンです。ネズ校長って昔人間に虐待されてたとは思えないほど正当思いの人格者だよね。33巻の裏表紙はネズ校長です。ネズ校長はどこのシーンのことを言っているの？これは世界最強のヒーロースター&ストライプの触覚について言及されています。幼い頃オールマイトに命を救ってもらったスターはオールマイトをリスペクトするあまり彼と同じような触覚を8本も作りました。映画第1弾2人の英雄の冒頭に出てきたヴィランのせいで交通事故に遭いそうになった女の子がスターだったっていう演出が神がかっているよね。34巻の裏表紙はスター&ストライプです。スターはどこのシーンのことを言っているの？これはダビの最終決戦の衣装について言及しています。今までダビは全力を出していなかったため自分の服まで燃えることはありませんでしたが、最終決戦では炎をためて一気に放出する角灼熱拳を使用する際全身が燃えてしまうため耐熱性能の高い新衣装にリニューアルしたというわけです。パンクロックな服装から一気に印象が変わったよね。35巻の裏表紙はダビです。ダビはどこのシーンのことを言っているの？これはセントラル病院を襲撃したスピナーがムキムキマッチョになっていることに言及したコメントです。なんでスピナーはムキムキになってたの？これには訳があり、最終決戦前にオール・フォー・ワンによってゴークの個性を与えられていたため小柄だったスピナーが別人のようになってしまったということです。36巻の裏表紙はスピナーです。スピナーはどこのシーンのことを言っているの？これは死柄木に殺されてしまった爆豪を蘇生させるために奮闘するエッジショットのシーンですね。今までかっちゃんとほとんど絡みがなかったエッジショットがまさか命を懸けて救おうとするとは思わなかったよね。ということで今回はコミックス限定の裏表紙イラストについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。ヒロアカのコミックスはコミックス冒頭の人物紹介もすごく面白いから、この動画が1000いいねを超えたらその解説もしていくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。クルスウルトラ